はい、こんにちは、サウンです。今日は僕の周りに恋愛にとしてとか、いろんな別れについてどうやってそれを乗り越えて、また新しい生活とか、普通の生活に戻れますかとかの話をしたことが最近できて、そういう話について話しようと思います。そういう別れること、恋人が別れることは、僕が振るか、相手が振るか、そういう二つもあるし、いろんな環境によって、別れるしかないから別れるかもしれないんですけど、どういう環境になっても、自分が振っても、痛いのは痛いじゃないですか。だから、その後からのみんな、時間がかかったら解決できるよは言いますけど、それは当たり前なことなんですけど、それはなるべきちょっと短くして、早く普通の生活に戻ったらいいと思うから、僕の経験とか、周りの話とかをちょっと含めて、どうやって進んだらいいのかなについて、話すると思います。それが正確ではないんですけど。一応僕は別れた時、その時は、その感情、悲しい感情、複雑な感情もあると思いますけど、その感情を全部発散するのがいいと思います。泣きたいなら泣く方がいいし、寝たいなら寝てもいいし、それが一日だけ一週間だけにはそうしてもいいんじゃないかなと思います。そうして、疲れるほど発散したら、その後からは体が疲れるから、全然、何の思い出さない瞬間があるし、一応はそういう自分の頭から心からのその感情を全部出したから、スッキリなるんじゃないかなと思います。そして、別れたのは、どっちかはわかんないんですけど、一応、その恋でってことが全部なくなったから別れたんじゃないんですか。だからもしかして振られたとしても、そういう勘違いというか、そういうのもしない方がいいんじゃないかなと思います。僕はまだ好きだから、その子もまだ好きな気分がちょっとあるんじゃないかなとか、そして、酔っ払って電話するとか、そうするのはちょっとやめる方がいいと思うし、はっきり、別れたってことは、僕とか相手に恋っていうもう感情がなくなったってことだね、をちょっと思って、そんなのをずっと思ってるのが一応大事だと思うし、そして相手のことがずっと思い出したことは、どこかでずっと見えるから、そうだと思います。だから自分の周りに、インスタをブロックするし、連絡先消すとかブロックするし、一緒に撮った写真全部消すとか、いろんなその恋人との恋人のことを思い出すのができることは全部見えない方に置いていくとか、消すのが絶対いいと思います。そう、見えないだけでももう少しは思い出さないから、その方がいいと思います。そして、いろんなこともあるんですけど、僕が一番いい方法だと思うのは、韓国は一応恋人大事だから、恋人と過ごす時間が本当に多いですよ。デートする時間が。だから、別れたらその時間が全部減ってるから一人ぼっちになる時が多くなるんじゃないんですか。だから逆にその時に新しい趣味を作ろうとか、友達とか最近出会わなきゃった人たちといっぱい出会うのがいいと思います。その時に、その一人ぼっちになったその時間を新しい趣味とかをいっぱい入れて、その分までまた忙しくなる方がいいと思います。そういう一人ぼっちになったらずっとその恋人のことを考える時間が多くなると思いますけど、そうじゃないから、そういう時間もどんどん減ってるし、そのまま時間が経ったら、あんまりそういう痛みは、ないと思います。そして僕が思うもう一個のは、別れたっていうことを周りの人に言う方がいいと思います。だから、別れたけどその認めたくないからもうみんなにまだ言えないとか思って言えなくいとしたら、周りはわかんないから、彼氏はどうなってる、彼女はどうなってるとかよく聞くから、その時から思い出すし、酔っ払いとか夜の気持ちで、そういう元彼、恋人に電話かけるとか LINE とかするとしても、周りの人が、やめといてとか
言ってくれるし、いろいろそういう周りの人が自分が別れたことを知ってるのが絶対いいと思います。逆に思ったら別れたのを知ってる自体で、新しい男女が自分のことに近づくと思うし、いろいろ見たらその方が別れたっていうことがちゃんとみんなに言うのが、本当に大事だと思います。本当に別れた時からのそういうことを直すこと、普通の生活に戻ることは難しいことなんですけど、僕が思ったらそういう方法が一番いいんじゃないかなと思います。僕もめっちゃ前の話なんですけど、僕は付き合ったら長く付き合う人なので、今は彼女いないんですけども、彼女いた時3年とか6年とか付き合ったこともあるから、そういう時本当に痛かったんですけど、そういうさっき僕が言ったことを全部やってみたら、ちょっと好きになった記憶があって、一応そういう動画を撮ろうと思って撮りました。この動画が皆さんについて、そういう別れる痛みがある人についてはちょっと役になったら嬉しいと思います。みんなそういう別れたことについて痛みがなかったらいいと思います。まだ人生は長いし、新しい人はまた来ると思うし、世界の半分は男性、女性なので、いつかは偶然に新しい人、いい人と出会うと思います。皆さんが本当に素敵な人だと僕はもう知ってるから、自信持って頑張って前向きで進んだら絶対いい人と出会うと思います。ならこの動画が面白かったら皆さんぜひチャンネル登録といいねお願いします。そして下のコメント欄でいろんな意見を書いてくださったら、それ見て僕は新しい動画を作るのにちょっと参考になると思います。最後にインスタグラムもやっているので、ぜひフォローしてくださったら、DM とかいろんなことで僕とお話できたらいいと思います。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。